よし。2024年1月9日、銀龍侍の斉藤です。沖縄県からですね、YouTube さんを使って農業技術の動画配信をしているものです。毎週金曜日の夜7時に、技術系動画が銀龍侍、月3回。で、月1回がまがたまチャンネル、兄弟チャンネルですね。こちらの、業界の事情とか考え方、農業に関してのね、そんなのを配信してます。今日はね、あれだね、そうそう、8月の9日だからさ、気温高いんだよね。記録的に。まあ、もうほぼ、外気温40度って言っていいんじゃないのかな。もう高温の時期にさ、やっておくべきこと、もうやっぱり、できるだけ抵抗はしないとね。やっぱ、やってるとやってないとじゃあ大違いだから、この前静岡の青年だったかな。ファインプレーだったね。遮光ネットの 90% を、彼は今、イチゴの粉絵作ってんだけど、外気温39度になるっていうから、起点気化してね、貼ったんだよね。遮光ネットを。だからそういうことも含めてね、暑さ対策ね、やるべきことをやってますかっていう部分で。やっぱまあ、ほぼほぼ40度だからさ。じゃあ早速行こうか。あとね、俺が実際やってたっていうことの方がわかりやすいかな。斉藤さん出身の北海道十勝音更町ってとこはね、あそこも40度行くんだよ。外気温で。行ったの。俺がいた時には。5年前ね。本当に行ったんだよ。強烈だったね。ニュースに出てました。日本で一番、その気温が高かったっていう。日も長いしさ。でね、まずね、作物はね、焼いたらダメだよ。焼いちゃおしまいよ。よくね、遮光栽培して徒長するからとかね、光を遮るとでも焼いたらおしまいでしょ。だからね、粉枝だろうが、トマトであろうが、キュウリであろうが、イチゴであろうが、焼いたらダメ。だからね、まずね、言えば8月の9日なんだけど、まあ今なんか9月いっぱいまで、気温高いんだからさ、まずね、塗布剤塗ってますか？光を選択して透過する塗布剤だよね。屋根から塗る塗布剤のことさ。銅粉でね、パラパラっと上から塗る塗布剤。で、これは、整理すると、光を選択して、光を選んで、光合成に有利な光の光線を選択的に取り入れて、熱線を跳ね返すっていう、まずこの塗布剤だよね。塗ってますかと。で、遮光ネットさ。遮光ネットね。遮光ネットはね、色はね、斉藤流です。色はね、白っぽい方がいいです。でね、遮光率もね、70とか80とか高い方がいいです。で、手動でもいいから、稼働できるようにしておいた方がいいよ。中にはね、45とか50ぐらいでかけっぱなしの人もいるんだけど、光強くて 50% 程度の遮光じゃね、焼けるんだよな。きついと思う。だから、ネットはね、遮光率の高いもので、しっかりと光を可動式で太陽の軌道に合わせて遮ってますかってことだよね。でね、今日ね、3つ目、ちょっとこれが今日ポイントになるのかな。気化熱だよね。気化熱。焼けない時間を選びつつ、遮光ネットを移動しながら、まあ、銅粉でも、俺がよく言ってるドサトロンをね、に、アタッチメントでホースつけて、まあ、ホース防除っていうんだけどさ、まあ、散布のしやすい手軽にかけられる仕組み。ね、今になると、その仕組み持ってるって大きいでしょ？もう、何件もいるんだけどさ、いつでもグリップ握ったらパシッと水が出てくるから、要はね、両面にね、葉水できるってことさ。葉水だよね。この葉水もね、焼けない時間帯というかね、焼けない環境を作っておくの。だから塗布剤いるよね。だから、今からでも塗布剤は間に合う人は塗った方がいいよ。9月いっぱいまで。
暑い時は確か10月の中旬ぐらいまで、俺前行った愛知県10月の中旬ぐらいまでも気温高かったもんな。と不在でしょ。だってこれで第一段階で熱線カットさ。1番熱線カット。2番、これは太陽光の軌道に合わせて、もう開け閉めをすると。これ何回か前か動画でやったんだけどさ、かけっぱにしじゃなくてね、太陽の動きに合わせてネットも動かすわけ。で、3番はこれ気化熱だよな。葉っぱの表面に、植物の表面に清潔な水がかかるということは、気化熱が起きるってことでしょ。みんな打ち水って知ってる？京都とかさ、まあ大阪でも京都でもいいんだけど、なんかこう、着物を着た女の人がさ、こう、バシャッとか、なんかこう、道に、なんだっけ、ちっちゃい、ひしゃくだけど、パシャって巻いてさ、パーッと涼しくなるっていう、気化熱なんだよね。で、それが葉っぱの表面の上で起きるということは、これ1日何回できますかってことさ。不在があってネット移動させて気化熱を起こさせますよと。で、今もね、外気もね、40度ぐらいになるとね、かけても乾くから、作物も。だから、水をやってくださいねと。そう、葉水、かける何回できますかってことだね。俺の時は別に朝方でしょ？で、ネットずらしながらだから、3回とかやってたよ、普通に。特にね、夕方だって言ったらね、まだね、日中ね、40度になった日の夕方は、まだね、太陽光線が弱くなるだけであって、蒸してるよね。だからそこに、このね、葉水の中身の問題なのさ。豆腐材とネットはね、だから、今、俺はさ、8月の9日になる前から、このことは気をつけてねって言ってたのさ。だから、どうにもならない人は遮光ネットをエスター線とかで止め方斉藤さん教えてくださいって言ったら、エスター線ピーッとハウスの中に引っ張って、これ上から見た図ね。ハウスあるでしょ？これセンターだ。ここにね、遮光ネット内側からでも、エスター線ピンって引っ張って貼っちゃうの。ゼブラ型に。で、これ日陰になるでしょ？で、太陽光線は移動するんだよ。こうやって。こうやってね。だから、常に、もうこれ光当たるとこ。これセンターだな。当たるとこ。これでもだいぶ軽減できるから。もっと言うとね、これね、エスター線ピンって引っ張ったら、竿で動くようにしとくの。手で押して。まあ、遮光ネット持ってないって人は、白黒マルチでもいいよ。白黒、ややこしいな。白マルチ。白上にしてね。これピンと貼るの。ゼブラ型に。何箇所。まあちょっと、これ、ちょっと片面の拡大図ね。この前はね、北海道のトマト農家さんが、ゼブラ型で貼った方がいいですよって言った。これ、これ片面だと思って。イメージで言ったらね、こんな感じでね、これ白マルチね。白。で、光跳ね返すように。で、太陽光線がここから取り入れられるわけ。この白マルチでだったら、かけれるでしょ？ピーッと引っ張って。そんなに1日もかからんよ。まあ、規模にもよるけど。ハウスに3棟の人だったら、白マルチ。でさ、横から見るとね、これあるじゃない？こっち西日だよ。こっち東とするよね。で、こうやって白マルチって貼ってあるじゃない。でね、ここも貼った方がいいよ。白マルチ。西日思いっきり入ってくる、ね。白。で、これが秋口に向かって、だいぶ、言えばだけど、8月の9日と6月の22日が夏至だから、22か23、まあ、このあたりだ。ってことは、夏至からもう約ね、2月ぐらい経ってるわけ。で、これが、例えば9月の9日とかになると、この白マルチとかも取っていくの。1個ずつ。ちょっとずつ。なぜかというと、西日がここということは夕方の方だから気温が下がってるから、まずね、ここから取っていくの。こういうふうに。これ、取る。次、ここ取る。で、最も温度が高い時間帯ってのはこの辺なんだよ。だいたい12時から14時ぐらいか。で、ここに優先的に白マルチを日にちと
気温に合わせて増減させるってこと。これやった方がいいよ。あるとないとじゃあ大違いだからね。まずね、作物は焼いちゃダメ。焼いたら戻らないからね。で、葉水なんだよな。で、葉水はね、ピュアシルバーを入れとくの。水に。でね、回数もさ、日に数回ってなると、マクピカ毎回入れちゃダメだよ。その害虫との出る度合いもあるんだけど、マクピカ毎回入れると水の撥水性が下がるから、細胞破壊は起きないんだけど、なんとかね、撥水性が奪われるということは、葉っぱ柔らかくなってくるっていう感じ。だから、ただね、ピュアシルバーはいるね。毎回。これで抗菌した水が、葉水の中身さ。害虫の出方も見ながらだけど、だいたいそうだな。ここにさ、表面張力分断するシリコンあるじゃないか。で、シリコンの入れる頻度なんだけど、これが水の表面張力を分断するから、気門封鎖ができますよ、という部分だから。でね、今回シリコンでしょ？パラフィン。おさらいみたいなもんだけどさ、これが表面張力の分断、ね、水の微細化。で、この二つは保護組だよね。でもこれすごく、かなり聞かれるんだよな。ちょっとちゃんとやっとくか。要はね、葉水の回数をするにあたって、要はね、今回、テーマ気化熱みたいなもんだよな。まずシリコンでしょ？で、次がパラフィン。で、次がセルロース。で、登場人物はどこで銀。あるでしょ？で、これは毎回入っててくださいよと。で、これに関しては3000倍から5000倍、場合によっては1万倍を使い分けていいですよと。で、濃度が濃くなってくると、ついでに殺菌。で、これで気門封鎖してるわけ。初めて見る人もいるかもしれないからさ、この銀イオンは脱電って言って、外菌の電子を奪うことによって、菌が自滅するっていう仕組みでしょ？ね。で、だからこれは、いわゆる、菌対策だよね。菌。外菌のことだよ。で、このシリコンは気門封鎖でしょ？かけたぞ。シリコンね。で、この二つは保護さ。パラフィン、セルロースは保護。保護ってのは葉っぱの表面のね、葉。の保護だよね。で、この4つの登場人物がある中で、で、このシリコンはね、虫の出方もあるけど、週1、2回にしときなよ。1、2回。俺は2回ぐらい。害虫どうもなんない時には使うよ。ただし、このパラフィンとセルロースとかもこれも使ってるの。で、この銀は毎回入ってる中で、問題はこれ非別じゃなくて、毎日かけた時はどうなん？毎日、斉藤さん、1日3回やるって言ってましたよねって言ったから、1日3回の中にはこれが入ってるの。3回オールで。で、例えば、2日か3日おきの、その日の散布の回数の最後の時に、このシリコンで気門封鎖しちゃうわけ。で、また別の日の最後の回にパラフィンかセルロースを挟んで保護をしておきますよと。で、ついでにって言っちゃ、いつものレギュラーの中に大地の雫とさ、バイオメジャー入ってるじゃないか。で、実は大地の雫のシリコンっていうのは、高濃度でかけるとトレハロースたっぷり入ってるから、こっちやるんだよね、保護。だから、こういうことも頭に入れて、で、シリコン、パラフィン、セルロース、銀。で、ただのね、これにもう一個登場人物があって、銀はいるわね。ちょっとシリコン、パラフィン、セルロース。これまずいいね。ちょっと覚えといてよ。で、ただの水に銀だけ混ぜるの。いやね、転着剤入れないでってことさ。水。ピュアウォーター、プレーンだな。で、さっき言った目的別、保護とかさ、気門封鎖の目的の時には、転着剤の使い分けがあって、このプレーンの水に銀だけ足して入れておきますよっていうのが、これが新たな手。だから、多頻度に巻く時の多頻度の多いっていう部分はこれになってる。
うん。で、水ってやっぱさ、水ってすごいんだよね。水の洗浄能力ってすごいんだよね。まあ、そうだよね。食器洗ったってさ、水ないことに話になるでしょ？食器洗剤使ったってさ、水がないことにはさ、汚れって落ちないんだよね。うん。だからこのプレーンな水の微細化ができてなくても、微細化する日はシリコンで別の日に設けてるわけだから、このプレーンな水の火を作っておくということ。でね、もう一個ね、このプレーンな水に大地の雫。まあ、これは倍率書いてもいいだろうな。大地の雫ね、300倍から200倍。何度も言ってます。他の有機酸カルシウムは、では俺はやらない。というのは、水の置換性の処理をしてない有機酸カルシウムが多いから、まあいいわ、大地の雫はしてあるからって言い方にするか、水の置換性という処理をしてあるものだから、高濃度で、要はね、みんな大地の雫はおさらいだけども、カルシウムっていう目的もあって使ってるんだけども、ビタミン、アミノ酸、トレハロース、酢酸ってのがあるんだけど、大地の雫って特殊な酢酸を使ってるわけだから、バランスよくね。気比効果もついでにあるんだよ。気比っていうのは害虫を寄せ付けないとかさ、あと静菌、菌を抑える静かなる菌って書いてね。だから、プレーンな水に転着剤なしでこういう火も作っておくのさ。プレーンウォーターだな。プレーン、に、こういうで、大地の雫の濃い火は銀イオン入れなくていいからね。うん。こっちがあるから。うん。で、これが、プレーンな水でいくと、銀だとか、大地の雫の葉っぱの植物の表面での止まりがいいの。止まりが。うん。シリコンを使う日はもう隅々までかけてさーっと流れるみたいなイメージ持っててほしいんだけど、止まりがいいんだよ。だからね、一日に数回散歩をするということは、そのたんびに気化熱が起きるってことでしょ？うん。で、気化熱だけじゃ終わらせないんだよ。殺菌、生菌、害虫の気比、カルシウムの気気、酢酸による窒素の代謝を起こさせて、花芽の傾向も作っていくっていう部分があるんだね。日に数回散布をするっていうのはね、まあ、ある程度覚悟がいるんだよな。覚悟っていうかさ、だから俺が、ドサトロンをね、ボーモって言って物入ないホースでさ、ちゃんと畝ごとに設置しておくんだよって言ったのは、こういう時に威力を発揮するのさ。うん。やっぱりね、そういう配管してない人は、こういう時にすごく苦戦する。だね、まあ、物事はね、段取りなんだよな。だって土作りだって段取りじゃないか。まあね、まあ、大きい企業の部長さんと飯ごちそうになった時にさ、斉藤くん、失敗のね、8割はね、最初の一歩に潜んでるんだよ。俺が言ったんじゃないよ。俺もそうやって教わったの。うん。仕事が経過して途中で起きるアクシデントっていうのは、最初の一歩に 80% 以上その要因がありますよと。ごもっとも。だから土作りをした。今も土作りのっていうか、今ね、この日にちぐらいで病害虫出るじゃないか。で、菌系のね、害も出るときに、斉藤さんどうしたらいいでしょうって言うんだけど、だって土作りやってなかったでしょっていうのさ。8月の段階でさ、土壌分析表を俺に分析かけて、俺に見てもらって、そっから菌層のバランスを取るって言ったら、もう9月になりますよ、それは。だから、それってさ、前作が終わった段階で土壌消毒かけて、まず塩基の解除やって、土壌消毒かけて、土作りやってさえいれば、起きなかったっていうか、かなり、その、発病率って下がったってことでしょ。だから厚さもそうさ。今からレディーヒート、久々に商品出たか。なんかね、代品も出てきたって言ったかな。いまいちなんかね、メーカーさんがね、明言しないんだよ。効き目同じですかって言ったんだけど、ちょっと自分で使ってみるまでなんとも言えないな。気をつけてね、色を選択して
熱線を跳ね返すっていう。光線のね、種類を優先順位つけて跳ね返す種類、資材だから、おいそれと何でもかんでも塗布上から遮熱剤かければいいってことじゃないからね。それはね、知りたい人はちゃんと聞いて、詳しく教えてあげるからね。で、1日3回でも4回でも散布ができる仕組みを持ってますかっていうことと、あと塗布剤かで、あと遮光環境だよね。そんなのはね、3月か4月に終わってなきゃダメなことだよ。でも、それでもやっぱり最近金龍侍見てくれて、今からでもなんとかなりますかってくるから、手はあると。ただ、結構ね、一気にやんなきゃいけないよ。まあでも作物守るためだもんな。あとは、そうだ、あとはALA の使い方だよな。結局、遮光環境あるところでさ、俺たちは一つさ、ALA の使い方知ってるわけ。斎藤流ではね、この ALA に対しての遮光によって日陰の中でも光合成を、著しく低下させない。徒長の対策さ。全部解決はできないけど、かなり抗うことはできる。これね、トマトはわかりやすいんだよな、あれな。ALA 使うと。徒長してベロンベロンになるような環境で作っても、葉っぱがね、葉肉厚くなって、もっとベロンベロンだった葉っぱとかも締まってくる。それにはね、大地の雫との合わせ技がある。もちろんバイオメジャーの使い方もあるから、ね、勝手にやんないでね。この ALA に関しては。斎藤流ではだよ。特にこれ倍率気をつけないと、遮光ってことは光が若干弱いってことだから、その代わり葉っぱの表面焼けないからね。で、この ALA の使い方は出てくるんだけど、俺の考えてるこの ALA の倍率ってのは、実に斎藤流では特別な考え方を持って見てるから、これはもう他社の倍率だから、俺から動画で言う必要ないから、聞きたい人はね、メールで聞いてきてください。なぜ斎藤はそういうふうに考えるのかっていう。ちゃんと、理由を持って説明します。ホームページのアドレスからですね、名前、電話番号、症状、作物、あとは現場でやってみたいその希望とか対策、対処、などがあればですね、まず斎藤にメールで聞いてみてください。で、解決策を見出した中で、この前さ、簡単な質問にはいつもみんなそうだね、だいたい3回でも4回でも10回でも、その指導先だと勘違いしてバンバン物を教えてたら、なんかキスがおかしいなと思ったら、バイオメジャーと大地の雫とピュアシルバー使ってるって使ってませんって言うから、あらって言ったら、指導先じゃなかったんだ、それな。俺のな。相当教えたね、メールね、60通ぐらいやってたんだけど、なんかね、キス型がね、好転しないから、おかしいなと思って聞いたの。ただ、他の剤でやってますって言ってから、すいません、それよそに聞いてくださいって言って断ったけど、バイオメジャー大地の雫ピュアシルバーをうちから買ってくれた方のみが聞きたい放題のやりとりっていうことであって、斎藤流の技術に対して信憑性をまだわかんないなって人は、メールでやりとり10回もすれば、納得すればやってくれればいいし、納得しないんだったら、連絡来なくなるから、それでいいと思うんだよね。だから、話が長くなった。ということです。参照神器をうちから買ってくれれば、今のような、詳細な倍率、ALA の使い方だよね。ああいったものだとか、遮熱剤の塗布のメカニズムとか時期とかね、かけ方とかさ、いろんなこと質問に答えてます。今日はこの辺だな。今度はあれだ。定食の準備だな。定食の準備をやって、で、狩りはね、もうちょっと後にしてもいいかなってね。今ね、そうだな。練り込んでる人でさ、今トマトとかキュウリ取ってる人で、練り込んでる人ってね、狩りの使い方ポイントあるから、斉藤さん久しぶりとか狩りのこと前言ってたよねとかって言ったら聞いてください。指導先さんじゃない人でも、動画見てるものなんですけど、なんか練り込んできた時の狩りのメカニズムを教えてくださいって言ったら、すごく大事なことだから、聞いてください。ありがとうございます。よし、以上よろしく。